こんにちは、ゆうちーチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画配信してます。よかったらですね、チャンネル登録お願いします。今回は徹底比較シリーズとしまして、NX と RX どっちを購入しようか迷ってるんだよねとか、価格差はいくらあるんだろうとか、ついてる装備はどこがどんな風に違うのとか、そういった疑問を解決する動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。前提としてなんですが、比較するなら、なるべくね、同じパワートレインがいいだろうなっていうのと、やはりね、世間一般的に見たら F スポーツの方が人気あるよなぁと思いまして、今回は NX350、RX350、両モデルともにですね、F スポーツ AWD の設定で比較していきたいかなと思います。今回の動画内容はご覧の通りとなっております。1つ目、NX と RX 外観装備の違い。2つ目、NX と RX 内装及び標準装備の違い。3つ目、車両のスペックと価格の違い。4つ目、安全装備先進機能の違い。それではですね、早速比較していきたいかなと思います。まず1つ目ですが、NX と RX 双方の外装の違いから見ていきましょう。NX350 ですが、全長は 4660mm、全幅 1865mm、全高 1660mm、ホイールベースは 2690mm、最小回転半径が 5.8m、車両重量は 1790kg となっています。一方 RX はどうかというと、全長は 4890mm、全幅 1920mm、全高は 1705mm、ホイールベースは 2850mm、最小回転半径は NX より 0.1 メートル大きい 5.9 メートルとなっています。車両重量は1950キロとなっています。対比差で見るとご覧の通りとなっております。続いて外観のデザインの違いを見ていきましょう。明らかな違いとしてわかるのがヘッドライトのデザインですよね。NX はアロー型のデイライト兼ポジションランプが RX だと真ん中部分に配置されているのがわかるかと思います。三眼のヘッドライトも NX は下部に配置されてますが RX では上側に配置されています。グリルのデザインにもですね、違いがあります。お互いにメッシュタイプのスポーツ F スポーツグリルであることに変わりはありませんが、 RX はグリルの一部がボディと一体となったユニファイドスピンドルグリルとなっています。フロントサイド下部のメッシュグリルにもデザインの違いがありますね。シルバーのモール加色が施されているのはどちらも同じ仕様となっています。そしてサイドミラーはどちらもブラック塗装となっています。続いてサイドはというと、窓枠を囲っているメッキモールに違いがあります。NX はブラックメッキ加色、RX では通常のメッキ加色となっています。それとタイヤサイズも NX はですね20インチ、RX は21インチと1インチ大きなタイヤサイズを履いています。リアのデザインに関しても若干の違いが見られます。NX のテールレンズは L と一文字を合わせたコンビネーションランプとなっていますが、 RX では大きな横一文字のデザインとなります。リア下部にもですね、見ての通り違いが見られるかなと思います。NX はシルバーモールが横1本に入っているデザインですが、 RX ではですね、左右にメッシュグリルとシルバーモールでデザイン加色されているのがわかるかなと思います。リアワイパーは NX がむき出しなのに対して RX では隠されるデザインとなっています。皆さんはですね、どっちの外観が好みでしょうか。続いて2つ目、内装のデザインと装備についても比較していきましょう。基本的な室内デザインはどちらも似たような雰囲気を感じます。まずはですね、インテリアカラーの違いから見ていきます。NX は今年の年次改良によって F スポーツに待望のヘーゼル色が追加されたことによってですね、フレアレッド、ソリスホワイト、ブラック、ヘーゼル、この4色の展開となっています。それでは一方 RX はどうかというと、ダークローズとブラック、この2色の展開となっています。NX は選択できる色のバリエーションが多いので、ユーザーとしてはちょっと嬉しいかなと思いますね。では運転席周りの違いも見ていきましょう。RX ではアドバンスドライブが装着されますが、それ以外の部分ですね、メーターですとかハンドルシフト、ペダル、スカフプレートとかですね、F スポーツ専用の装備に関しては NX とほとんど同じ仕様となっています。スイッチ類の位置ですとか、ドアトリム部のデザインですとか、パネルの加色の違いとかですね、そういった部分の若干の違いはあるんですけど、シフト周りとかカップホルダーデザインに関しても NX と RX ではそういった加色の部分以外ではほとんど一緒のようなデザインをしています。それでは NX と RX の装備についても比較していきたいかなと思います。
装備に関して一通り調べてみましたが、基本的にはどちらの車種もほとんど一緒の装備が標準でついていました。ですので、違いのあったものだけ紹介していきたいと思います。まず NX350 にはリモート機能付きアドバンストパークは装着不可となっていました。 RX ではオプション設定で付けることができます。 RX には安全装備としてセカンダリーコリジョンブレーキが標準装備となっていますが、 NX にはもともと付いていません。 RX のヘッドライトはブレードスキャン式となっていまして、 NX よりワンランク上の性能となっています。ちなみに NX はアレイ式となっています。 RX のシート表記はスウェードと本革のコンビシートとなっていますが、 NX は本革のみとなっています。 RX の後席にはオプションでベンチレーションとパワーシートが設定されているんですが、 NX では後席シートヒーターと電動格納機能のみオプション設定可能となっています。大きな違いはですね、この辺りになるのかなと思います。個人的には RX の方が少し豪華な装備内容となっているかなと思います。続いて3つ目、スペックと価格に関して比較していきたいと思います。エンジンはどちらも同じ型式のエンジンで、ギア比まで全く一緒でしたので、ちょっとね、びっくりしました。ですけど、細かなね、コンピューターでのセッティングなんかは、車種専用のチューンとなっているかなと勝手に思ってはいます。エンジンは 2.4 リッター直列4気筒のインタークーラーターボ。トランスミッションは電子制御式の8速オートマとなっていまして、システム最高出力はどちらも279馬力となっています。燃料は廃浴仕様ですね。NX の燃費は WLTC モードでリッター 11.7、RX ですとリッター 11.2 となっています。どちらもね、同じ型式のエンジンを積んでいますので、加速だけで見たら車両重量が160キロぐらい軽い NX の方にやや分があるかなといった感じですかね。それでは皆さんも気になるであろう価格に関して比較していきたいと思います。NX350F スポーツの車両本体価格は630万6000円。RX350F スポーツはというと707万円。車両本体の価格差で見ると76万4000円となっております。ちなみに諸費用の価格も見てみたんですけど、 NX と RX では RX の方が1万9500円高かったです。諸費用は両車両ともに30万程度は見ておいた方がいいかなと思います。そして先進の安全装備について比較していきましょう。NX にはついていなくて RX にはついている、そういった機能をお伝えしようかなと思います。またその機能の内容も簡単ですがお伝えします。まずはですね、アドバンストドライブです。こちらは一部の高速道路、自動車専用道路をレーダークルーズコントロールおよびレーントレーシングアシストを作動させての運転中、渋滞0から40キロ以内になると手放し運転が行える機能となります。しかしもちろんドライバーは周囲を見ていなければ使えません。ドライブモニターで監視されてますのでね。続いて先ほどもお伝えしましたが RX の方がブレードスキャン式のアダプティブヘッドライトとなっています。こちらの方がより細やかに対向車に対して遮光する機能があります。ブラインドスポットモニターも RX の方がですねワンランク上となっています。サイドミラーや液晶に警告表示するだけではなくて警報音を鳴らして注意喚起してくれます。 RX の先進機能の優位性はまだまだあるんです。セカンダリーコリジョンブレーキ、これは停車中に追突された時に車両が自動でブレーキを踏むことによってさらに前の車両に追突してしまう、そういったものを防ぐ機能です。続いて後方車両接近告知、これは後方車両が接近してきた場合メーターですとかカラーヘッドアップディスプレイ、ブザーなどに運転者に知らせる機能です。次に周辺車両接近時サポート、これは後方車両が非常に接近してきた場合にシステムからドライバーに警察やヘルプネットへの接続を提案してくれます。煽り運転対策といったとこですね。またですね、ドライブレコーダー装着車では常時記録に加えてイベント記録とお知らせを実施し状況を自動録画してくれます。以上が RX についてて NX にはついていない安全機能となっています。やはり先進機能に関しては RX の方が飛び抜けてますね。NX にはついていない機能が結構あったかなと思います。といった感じで今回は NX350、RX350 比較してみましたがいかがでしたでしょうか。まとめますと NX との価格差は76万4000円でしたので、この金額差をどう見るかで判断が分かれそうですね。
RX は車格も一回り大きいですし、室内空間も広いです。さらに NX より高機能な装備も標準装備されており、先進の安全機能も NX 以上に装備されています。あとは購入される方の好み、予算、そしてライフスタイルに合わせてどちらを購入するべきか、ご自身で判断されるといいかなと思います。まあリセールはね、どちらもいい車両なんで、そこまでね、大きく変わらないんじゃないかなと個人的には思ってます。まあでも RX の方が若干いいかもしれないですね。補足としてですね、今年の夏以降ですが、RX の年次改良が行われることが予想されてますので、RX 購入検討して見える方は、僕としては改良を待って購入されることをお勧めします。まあ、せっかく買うなら最新の車両の方がいいですしね。まあ、もしかしたらね、ハイブリッドに F スポーツモデルが追加されるとか、そんな驚きのサプライズあるかもしれないですし、まあ素人のね、勝手な願望なんですけど。ということで、この動画がレクサス車購入の参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはレクサス関連の情報を自由気ままに配信してます。今後も様々なモデルの比較動画ですとか、独自の目線で動画配信予定しております。よかったらチャンネル登録で応援してください。では、また次回の動画でお会いしたいと思います。ではでは、またねー。